長野県千曲市、全長 367km で日本最長河川である信濃川、その長野県域部分を指す千曲川が流れます。川を見下ろすようにそびえているのが冠木山です。標高1252メートルで、通称おばすて山とも呼ばれます。その右側、三峯山から下った山腹に壇上に広がる場所が見えます。おばすての棚田です。この棚田は平成11年には棚田百選に、平成22年には国の重要文化的景観に、令和2年には日本遺産に認定されています。現代でもこの原風景を見に大勢の人々が訪れます。棚田の先には善光寺平が見えています。棚田の景観は大別して石積みの棚田と土で固めた土坡の2つがありますが、おばすての棚田はこの土坡で作られています。土によって作られるラウンドのフォルムからは柔らかく優しい印象を受けます。この土坡がおばすての棚田が美しいとされる理由だと言われています。棚田は壇上になっているため勾配差がとても激しく、それに対しての工夫も見られました。田んぼの縁には一枚一枚丁寧にあぜシートが張られています。これにより京阪の崩落や水漏れを防いでいるのです。
自然環境と長年にわたる人の努力によって維持される美しい棚田、それが姨捨の棚田です。この後は姨捨駅に行ってみましょう。姨捨の棚田から徒歩10分、 JR 篠ノ井線の駅である姨捨駅があります。ここ姨捨は松尾芭蕉が来訪した地としても知られていて、ホームにはトーク箱が設置されています。海抜547メートルに位置するこの駅のホームからは、千曲川や棚田、そして善光寺平まで見渡すことができ、晴れた日にはその先に見える北進五岳まで望むことができます。これらの自然豊かな景色は日本三大車窓の一つに数えられていますが、この日本三大車窓とは旧国鉄により制定されたと言われています。他の2つの場所は JR 九州にある肥薩線矢岳駅付近と JR 北海道にあった根室本線狩勝峠付近でしたが、狩勝峠付近は新しく路線ができたため現在は廃線となっています。駅ホームからは絶景を眺められるよう待合椅子が線路と反対向きに設置されています。また姨捨駅は日本三大車窓としてだけでなく、スイッチバックの駅としても有名です。当時の日本を走っていた蒸気機関車は急勾配の途中で一旦停止してしまうと再び発車することが難しいため、本線から分岐する平坦な線路を設けてそこに駅を設置しました。この姨捨駅も急勾配の途中にあり、スイッチバックを利用しています。松本方面から長野方面へ向かう列車は姨捨駅へ入り、乗客の乗り降りが済むとバックで出て行き、その先で折り返してホーム下の本線を長野方面に走っていきます。現在は鉄道技術の発展により、このスイッチバックが残っている箇所も全国的に少なくなってきています。さて、辺りもすっかり暗くなりました。この姨捨周辺は夜景がとても有名で、姨捨駅もそのスポットの一つになっています。ホームからは美しい善光寺平の夜景が望めます。
次は夜の棚田を見に行ってみましょう。この姨捨一帯は平安時代から観月の名所として名高く、古今和歌集、更級日記、新古今和歌集などにも月を詠んだ約40首余りの和歌が選じられています。特に松尾芭蕉の詠んだ面影やおば一人泣く月の友の俳句が棚田のそばにある長楽寺境内に依存する石碑に刻まれて今日に伝えられています。5月下旬、田植えの前後に水が張られた棚田に月が映ります。この光景は田ごとの月という言葉で表現されています。江戸時代の浮世絵師歌川広重がすべての水田に月が映る摩訶不思議な情景、信濃更科田ごとの月兄弟山を描いたことで、田ごとの月というイメージが広く人々に伝えられました。実際には一目で全ての棚田に月が見えることはなく、あぜ道を歩きながら目を移せば次々に田ごとに映った月影を見ることができるということなのですが、この地域ならではの月見の表現です。千曲川左岸の斜面に広がり、善光寺平を一望する姨捨。ここは棚田、夜景、観月と心を癒せる魅力的な場所です。